じゃあ始めますか。はい、我々はパリ行ってますよね。はい、で私ランウェイも見てるけどストリートも見てる両方見ていて、はい、リアルストリートでは今何が流行っているのか、その背景には何があるのかみたいなところをファッションスタディでお届けしてるじゃないですか、はい、オンラインのセミナー、はい、ただ私ショーを見てますよね。はい、ということでショーのベストルックというかそういったものを徹底解説していきたいなと思っていて、はい、理由があるんだけど今の時代ってランウェイとオフランウェイ両方見てからこそ今のトレンドっていうのはつかめるんですよ、でオフランウェイはもうスタディでお知らせしてお伝えしているからちょっと例的なんですけども 26AW 押さえておくべきメゾンの10選解説したいなと思っております。今シーズンって一言で言うと3つあるんですけど、新体制、クラシック回帰、リアリティなんですよ。新体制っていうのは今デザイナーさんが去年一昨年くらいゴロッと変わったんです。でクラシック回帰っていうのは今シーズンのムードで、しかもそれが面白いのは、ストリートでもそうなんですよ。とリアリティっていうところなんですけども、やっぱみんなランウェイってちょっと遠いじゃないですか、っていうところを新しいそのデザイナーさんディレクターさんたちは今もちろん気づいているのと、ということもあってリアリティに回帰してるんですよ。ワンチャン着れるとか、自分だったらじゃあこういう着方みたいなのを想起させるクリエーションが多かったんですよ。今回ですね公平を期すためにではないんですけども、アルファベット順にいきますまずはボッテガですね、ミラノのデザイナーさんですね、ボッテガもデザイナー交代したんですよ。2シーズン目なんですけども、マシュー・ブレイシーっていうデザイナーさんからルイス・トロッターに行ったんですよ。でマシュー・ブレイジーどこ行ったかっていうとシャネルに行ったんですね、この話も後からするんで、アルファベット順で言ったら次にあるかもしれない。B のそうですねそうほら C いっぱいあるから。でそれルイス・トロッターなんですけど、ルイス・トロッターはラコステやってカルベンやって今に至るんですけども、もともとイギリスの出身で、彼女の強いところってそのブランドの歴史とかヘリテージみたいなのを尊重しながら今っぽい視点で入れてるっていう。ボッテガも古いブランドじゃないですか、その DNA みたいなところは尊重するんだけども2026の現代っぽくアレンジするっていうのがすごくうまいっていうところですね。でそれがラコステやって大成功したんですよ。でその後にカルバン引っ張られて、でもすぐこっちに引っ張られちゃったんですけど、そういう意味ですごく現代的な視点っていうところを持ち込むのがうまいっていうところですね。結果を出している人、結果出してます。で現代的な視点イコール、先ほどもちょっとお話ししたリアリティ、切れてなんぼみたいなのがあるじゃないですか、リアリティ、そこを作るのうまいんですよ。ボッテガらしいところで言うと、この肩のシェイプの位置、シェイプがボコってなったこれなんだみたいな感じです。造形美みたいなところが私の中ではですよ、ボッテガらしいあるな。肩ポンとか、あと硬い感じ、カチッとした感じ、あとはこのふわってしてるこのドラマティックみたいな感じだったりとかも私の中のボッテガって感じです。で現代的にしたのどこら辺かっていうとスタイリングなんですよ。スタイリングの仕方でトレンド分かっていながらこれやってんだなっていうのが分かるんですよ。でどこら辺かっていうとこれだったり7番だったりとか8番だったりとか、何かっていうと襟が片っぽだけピッて出てるじゃないですか、このルックは今シーズンいろんなブランドさんで出ているスタイリングの仕方だったんですけど、もしもこういうのがなかったら独りよがりのクリエーションになっちゃう、昔から俺はこういうことがやりたいんだみたいな、でもそここういうの知ってることでこういうことも知ってる人があえて今自分の打ち出しとしてこういうことやってるんですねって落としどころ、あともう一個スタイリング分かってらっしゃるな感あるんですけども、このルックだったりとかベルトがペロッ結構長めにペロッと出てて、あとここ、袖、ペロッ出てんねってここがポイントになっているっていうところ、差し色みたいにしてるのかなですかね。でこれもまたオフランウェイでも出てる、ここが登場しているところですね。このルックがあるからこそこういう造形的なオリジナリティのクリエーションが生きるわけですよ。はい、じゃあ次は C、B の次は C、シャネルに行くかと思いきや1個あるんですよ、セリーヌ。またここもデザイナー交代したんですよ。で今シーズンから、26AW で3シーズンなんですけども、エディ・スリマンっていうすごくもう伝説的みんな大好きエディ・スリマンから次の重責を担ったのが今のマイケル・ライダーって人なんですよ。でマイケル・ライダーがすごいのはすごいところを
渡り歩いてるところですね。バレンシアガ行きました、ニコラ・ゲスケールっていうかっこいいデザイナーさんがいるんですけど、その時代のバレンシアガいた、でセリーヌ行った、みんな大好きセリーヌ、しかもセリーヌのフィービー時代のセリーヌいたんですよ。そこで片腕だったんですよ。で一発2018からポロラルフローレン行くんですよ。でこっちに来たっていうところですね。でどう変わったかっていうと、やっぱエリーってロック細身なんかこうちょっと不良みたいな感じだったところが、マイケル・ライダーが知的でクラシック、さっきのクラシックですね、クラシック寄りに行ったのと、セリーヌってフランスのメゾンなんでフレンチブルージョワ、フランスのお金持ちな人ってどんな服着てるのっていうのを再解釈、また再解釈ですね、したっていうのと、実用性と品を備えたっていうところなんですよ。マイケル・ライダーっぽいところはやっぱどこ行ったかっていうと、やっぱそこでもクラシックなんですよ。ラグジュアリーなんだけどやってない感じ。よく見たらあれなんかすごいいい服着てるとか、よく見たら素材のいい靴を履いてらっしゃる、そういう感じの上品なブルジョワになったっていうところかな。そのブルジョワの再構築が分かるようなルック見せてください。ここら辺とはそうかもしれない。当たり前じゃないですか。でもこれなんですか、この帽子、この眼鏡なんですか。違和感を出していきたいと、時に小物でちょっと出すっていう、例えばここら辺とか、首から下は割といいこと着てらっしゃるわね、みたいな感じですよね。上がちょっと違和感みたいな感じですかね。それが再構築の部分かなと。あと現代らしさを入れていく、あとセリーヌらしさを入れていくっていうところかなと私は思っていて、でクラシカルっていうところだと、この半端だけパンツ8分なのかなんとなく分かんないけどみたいな、やっぱクラシカル回帰かなっていうところですかね。映画に出てくる洋服っぽくないですか、昔の。ただちょっと色味が鮮やかすぎたりとか、ちょっと肩パン張ってたりとか、それをちょっとだけギミック化してるところがマイケル・ライダーが変えたところ、首周りにボリュームを持たせているところもポイントかなと思っておりまして、オフランウェイとの共通項があるかなっていうところかなと思いますね。はい、次、先ほどのお話があったし、大好きな私が今一番注目していると言っても過言にはシャネルで、シャネルもデザイナーが、交代して2シーズン目ですね。先ほどお話しした、マシューですね。どう変わったかっていうと、もともとビルジニー・ビアールっていう女性がやってたんですよ。その時は多分みんなが知ってるシャネル、あれが結構ずっと長い間続いたんですよ。でマシュー以降、クラフト×リアリティっていうところが一つの柱で、ちゃんと着れるシャネルを強化してたっていうところと、ちょっと知的で、でもまださっきも話と一緒になるんですけど、ちょっとずれてるっていう感じを出してるんですよ。で一言で言うと、守りのシャネルから更新するシャネルですね。私が見てる中では強く変えてる方かな、いろんなデザイナーさんの中で。だから結構評価分かれてるんですよ。昔のシャネルが好きだったっていう人がいっぱいいるわけですよ。だって今までのデザイナーさん長かったから、で急にマッシュになってからってなる人も多かったから、それで変な言い方だけど賛否両論がまだあったなっていう感じですかね。で何シーズンかやった中で今シーズンなんですけども、やっぱ今回はすごい非常に高評価。今までシャネルを持ってなかった層にバッと広がったか。好きポイントはファーストルック黒なんですよ。バーンと始まって、ガーッといろいろ鮮やかになる。で本当今シーズンはいろんなシャネルを見せてるの、ある意味ガチャガチャっとしてる、まとまってないんじゃないかなって思うくらいにいろんな女性像が現れるんですよ。いろんな方向性に入り最後はでも黒で締めるんですよ。このあるかな、この入りと止めがあるかないかで、ショーのクリエーションの完成度変わると思ってて、じゃないとどっちらかうじゃないですか、締めがないみたいな。なるほど。そんなのはレイさん的に革新的なシャネルになったって感じですか？キュンキラしたところですか？今までのシャネルを踏襲しつつも、新しいシャネル、これシルエット、新しい、でもアイテム的にはクラシックじゃないですか。普通の膝丈のスカートで、シャネルのツイードで、シャツで、ただちょっとでかくない？ボクシーだしでかいし、もうちょっと淑女ってジャストサイズを着ませんか？そうですよね。あと襟立ってませんか？ピッみたいな着崩してるんですよ。あとは今までのシャネルだったらシャツはいいんじゃない？指でシャツ隠してもらうと、今までのシャネルじゃない、ってことは今までのシャネルのお客さん買えるんですよ、このルックは。でも新しい我々みたいなシャネルのお客さんも買えるわけですよ。なるほど。これはバランス取ってるっていうところかなと。ここら辺もそうですね。
アイテムとか色味とかは昔のシャネルなんですよ、膝丈とかだし、でもなんとなくリラックス感があったりとか、こっちもそうですね。ほら腰隠してもらうと昔のシャネルもやってるんですけど、シャツ出てたり着こなしだったりとか、ちょっとアウトだったりとか、で私が一番キュンキュラしたのはここら辺ですね。腰どないでも見てるとこれ欲しくない？すごいことしましたねって感じがします。いきなりここまで下げますか、最初びっくりしてって思ったんだけど、見ていくうちにこれ新しいかも欲しいかもっていうのと同時に、マッシュはもしかしたらゲームチェンジャーになるな、ローウエストをマーケットに流行らしに行く側の人間になるかもしれない。それ思った瞬間ゾワ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 ってなって、あとはあらあなた割と飛ばしますねと、色使いとか柄使いとか、これシャネルって思わないかもしれないですよ。でしょ、52番とかでも靴元見るとシャネルっぽかったりもするけど、初見さっきのクリエーションと同じラインにありますか？なるほど、それがどちらかり気味っていうか、そう幕の内弁当っていうか、だから私全部見てほしかったの、もうちょっと今回ちょっとシャネル喋りすぎじゃなって感じもするんですけれどもほんで次はクロエですね。はい。でクロエもまた変わったんですよ。シェミナカマリさんになってて、シェミナカマリってもともとクロエいたんですよ。PB 機のクロエと、あとクレアワイトケラー機のクロエ。クレアワイトケラーはちなみに今ユニクロにいるんですけど。でクロエ行って、クロエから始まりまして、サンローラン行きまして、またクロエに戻ってきたっていう、クロエを知ってるプロがそのクロエの原点カムバックみたいな感じですかね。だからクロエを何より知る女性が戻ってきたよっていうところで、クロエが強いフェミニン回帰だったりとか、クロエというボヘミアンな感じだったりとか、ロマンティックみたいな感じあるじゃないですか、をなってて、ただそれだけじゃなくて、そのクロエらしさというクロエをもう一回再定義してるんですよ。同じことやっちゃ意味ないじゃないですか。もう一回再定義してるっていうところが今回のショーなんですよ。オランダの民族衣装をルーツにしてるらしいんですよ。そうなんですね。だからちょっとほっこりだったりとか、ちょっとボヘミアンだったりとか、ちょっとヒッピーみたいな感じのがちょっといい、土臭いっていうんですかね、が多かったかな。これクロエってこんなことするんだと思いました。なんかでも私の最初のクロエの印象これなんですよ。そうなんですか。それでだんだん変わってって、ちょっとシャープになったりも一時期したりとかして、あれれれれってなって、と思ったらまた戻ってきて、やっぱそうこれクロエってそうですよねみたいな。そうなんですね。ただ土臭くはなかったんですよ。なんか6番とか、あと1番あたりとかの色味が多分そうかなって。10番とか行くと、そう私こういうのが好きでしたっていう、フリフリみたいなのになってたりとか。ショーの序盤に持ってくるものはちょっと押し出したい欲が強そうですよね。このフリルスカートはそうですよね。押すなって10体ぐらい続いてるですもんね。だって全部結構ボリューム広くないですか、フリーみたいな。あとはそのフリルもそうなんですけども、レースとかチェック、花柄、これもオフランウェイとの関連があるんですよ。こういうちょっとスカート、こちら辺もそうかな、ちょっと小花柄もそうですね。ディテールがね、花柄が結構見られたかなっていうところですね。自分の中でですけど、そのロマンティック、今のトレンドとは若干経路は違うんだけども、でもそのジャンルを作っていくかもしれないっていう兆しを感じました。はい、次はディオールですね。ディオールもそのデザイナー交代劇で、ロエベにいたジョナサン・アンダーソンがディオールに行って、これまた2シーズン目くらいなのかな。でそれまで、マリア・グラッツィア・キューリっていう女性がやってらっしゃって、その時って結構フェミニズムなメッセージ性が書いてあったり T シャツだったりとか、比較的分かりやすい強い女性像で、そこからジョナサン以降は、結構、ジョナサンあるあるなんですけど、コンセプチュアルに振ったなーみたいな。でやっぱクラフトマンシップ、ジョナサンやっぱロイベの時から好きだから、そこがよりディオールっていうメゾンに行ったことによって際立ったものが作れるようになった。ディオールの象徴するシルエットってニュールックって言われてるラインがあるんですけど、なんかなだらかな肩ギュッて絞ったほわっみたいな、これもそうじゃないですか。ファーストルック、ちょっと違うけども踏襲してません？そして新しくなってません？あとこのフリルの多様使いとかがシルエットがちょっと変えたりとかしてるなって。この格子柄あるじゃないですか。格子柄もムッシュ・ディオールが愛用したって言われてる柄なんですよ。でもともとそれってメンズウェアだったんですよ。メンズウェアとして扱われてきたのをディオールさムッシュ・ディオールが初めてオートクチュールに採用したっていう歴史も持って、千鳥柄っていうのは割とメゾンの DNA として割と大事にしてるものを出してきたっていうところもポイントですね。ディオールファンはちょっと嬉しいですかね。
面白いなと思ったのがクラシカル多いんですよ。エンジニアブーツみたいな、この外しは今シーズン割といろんなディオのルックで見られて、これにこれ合わせるみたいな感じがちょっと印象的でしたね。持ってるバッグ可愛いしな。でも見ていくうちにだんだんあるかもしれないみたいな、あとこういう合わせをしてみたいかもしれないっていう気持ちに持ってかれるんですよ。で、何が一番今回ディオールがこの評価が高かったかっていうと、屋外だったんですよ。ジョナサン曰く自然光の下でも成り立つお洋服が作りたかったっていう、つまりリアリティですね。パーティーとか、大きなレストランとかイベントとかじゃなくて、街着に着れるディオールを作りたかったイコールリアリティイコール現実っていうのコネクトっていうところを指してるんじゃないかなっていう。次は D といえばドリス。ドリス、またこれもドリスが退任してからジュリアン・クロスナーデザイナーさんに変わったんですけども、3シーズン目ですかね。今シーズンは若者が大人になる過程でその彼とか彼女がどうお洋服と一緒に成長していくかのストーリーなんですって言ってて、例えば初めて制服を脱いで初めて自分で服を選んで着るときにやっぱこうまだ自分がこれ着たいあれ着たいがない状態じゃないですか、でもおしゃれしたいみたいなところで、これ合ってるかな合ってないかなみたいなのがあったりとか、でもこれ超俺かっこいいんじゃねみたいな感じで自信があったりとか、その揺れ動きません？でその揺れてる心だったりとか、ちっちゃい時から着古している安心感のある擦り切れたセーターだったり持ってた、それをやっぱりやっぱ合わせちゃったりとか、あとはお気に入りとか安心感のあるデニム、これだったら自分がちゃんといられるみたいなデニムをやっぱり差し込んでみたりとか、そこで安心感を入れてみたりとか、その自分たちの若い時の服好きになった時の一番エモーショナルな時の気持ちを思い出させてくれるでしょう。このちょっとチェックな感じだったりとか、でもチェックはクラシカルというか昔からお母さん買ってくれてる感じだけれども、ここにちょっとこういうジャラジャラしたのつけてみたいとかよくあるじゃないですか。ちょっと話それますけど、中日になると途端にこう刀のモチーフとか十字架モチーフつけたくなる時ありませんでしたが、これもちょっと生きった肩のショルダーだったりとかで、ちょっと俺こういうの着れますみたいなのを出してみたりとか、これもちょっとニットは昔から自分が例えば子供の時から着古して着て、ちょっとボロボロになっちゃうけどまだ好きみたいなところ、まだやっぱりこう着ると安心するものとして着ちゃったりとか、と思うと急に守りに入るみたいな。本当だ、ダッフルコート。なんかお母さん買ってくれたもの着てくれてやっぱ安心かなとか、そのストーリーを持ってみると、今日ちょっと頑張った日だとか、今日成功して生きってる日だとか、なんか分かるんだけどこれとこれ合わせちゃったんだ分かるよっていう日とかで、やっぱ、守りに戻ったなとか、そういうのを想像しながら見てると、昔の自分を見ているようで、っていうこのエモさありませんか？確かに想像力かきたてられますね。でこういう話を聞いて見るのと初見だけで、自分の初見だけでパッと見るのってグリコのおまけみたいなとこありません？一粒で二度美味しいというか、一つ自分の初見だけで見ても、面白い、これ好き、あれいいなっていう見方もあるけど、こういうストーリーとバックグラウンド聞いてみると全然見え方が違うっていうのは、ショーの見方の面白いところだなと思います。次はですね、これはちょっと皆さん意外かなと思うんですけども、メンズから紹介したいんですけど、そうこれ見た瞬間に私の中で今シーズンのこういう方向性かなっていう輪郭がちょっとだけ浮かんだんですよ。それがラルフローレン。ラルフローレン今回ね、約22年ぶりにポロレーベルも合わせてミラノでショーをやったんですよ。もともとパープルレーベルっていう一番そのラグジュアリーラインだけメンズでやってて、ポロがミラノに行ったのが22年ぶりってことですね。なんでやったかっていう、そのポロのそのマーケットの存在感を強めるため、そのラルフを上げた理由って、今現在のレディースの流れ、例えば淑女とかコンサバとか安定感みたいなところがこうテーマとしてあるんですけども、そこから来たクラシックっていう流れあるじゃないですか。ドンピシャリンコなんですよ、スタイリングが。ラルフローレンっぽくなくない？もうちょっとなんかさ、いい子ちゃんちゃんみたいな、なんかこうペッピ君みたいな、なんかあれ呼んでしてませんかみたいな。うまいんですよ、この柄かける柄の感じとか、この差し色の感じとかがやっぱりラルフローレン
ロレンっぽいなっていう。これもいい子ちゃんなんだけれども、キャップがぶったりちょっとなんか差し色があったりとか、あとはここのどうしてここで巻くんですか、ウエストで巻いたりとか、この色合わせだったりとかちょっと変わった感じがあるなっていうのが、理由は若い世代にプレッピーっていうのは再評価されているっていうところもあるから、そこをもう一回自分たちの中でもそこのプレッピーの若いところに出していこうっていう、この感じ。スカーフ隠してもらうと割と普通じゃない。でもあとスカーフちょっと横にずらしてみるとちょっとおしゃれになってませんか？個人的にはこの25番のもやっとしてるところ、赤の差し色めちゃめちゃ効いてませんか？袖周り、首周り、でこれがオフランウェイのトレンドもこうしてるんですよ。レディースの首周り、そして色味みたいなところ、ジャケット脱げば超トラッド。今回いろんな男性像を示したかったんですって。なんかこの感じすごいミクスチャーなところもなんか私は好きなんですよね。だからラルフがラルフを超えてきたって感じ私はしてる。次行きましょう。大好きロエベですね。ロエベもデザイナー交代で2シーズン目、先ほどお話したジョナサンからフロエンザスクーラーっていうニューヨークの2人組になったんですよ。でジョナサン時代みんな知ってると思うんですけども、やっぱアートとクラフトとか、ちょっとコンセプチュアルな感じだったんだけど、フロエンザになってからやっぱニューヨークデザイナーってこともあって、よりリアルより着れるものとか、あとは都会性があったりとか機能性があったりとかになったっていうところで、一言で言うとアートピースからワードローブになったっていうところですね。実験的で挑戦的っていうロエベを踏襲しつつも日常に落とし込める使えるロエベっていうところに調整していったなっていうのが私の印象ですかね。例えばこれ一瞬下着みたいに見えません？ファーストルックですね。でもちょっとテカってしません？テカテカ素材なんですよ。洋服で使わない素材を使ってたりとかして、あれみたいな感じのものが多かったりするのと、着れるものみたいなところで言いますと見え感普通じゃないですか。ただこれもテカテカ素材、もうこれがさすがにコットンとかだとさすがに普通すぎるかっていう感じ、ね、普通すぎるかでしょ、そういうところでちょっと違和感をプラス出してたりとか、あとはこういうジャケットも着れるけど着れないどっちだろうみたいな、このトップスあたりとかだったらでもなんとなくチャレンジできそうなものも、普通のものだからリアリティがあるものとこうちょっと彫刻的なもの、ジョナサンから通じるこう実験的な洋服も作っていたりだったりとか、これとかもやっぱりちょっと面白いですよね。飛ばしてる方に振っていったりだったりとか、ここら辺とかもそうですよね。割と硬い素材で作ってたりとか、こういう飛ばしもあるけどちょこちょこっと差し込みで着れるものもある。でも着れるのかな、でもこの素材どうなんだとか、これは挑戦ですよね。これ全部多分レザーだと思うんですけども、ロエベもレザーのブランドなんでね、も出していたりとか。でもやっぱりちょっとキッチュなものもあったりとか、このキッチュ感が可愛いですよね。靴とかも結構ポコッとしてたりとか、ちょっと可愛らしかったりする。で何より特徴はすごいカラフルになった。全体的にロエベといえばカラフルっていうイメージ付けを作っている感じがして、そこは新しいなって思ったのよ。そしてそれもオフランウェイと関連があるんですよ。我々一般層の人にまで届くブリッジがかかっているっていうところがポイント。はい、次はですね、ミュウミュウですね。コンセプチュアルだっていうところがまず一つすごい良かったなっていうのと、社会的なテーマをミュウちゃなりにこう表現している。今シーズンのテーマでいうとマインドフルインティマシーっていう、この自分自身をケアしててその価値を高めるっていうところを表現してるんですよ。これ着ると安心するとか、ありのままの自分でいてもいいじゃないっていう自分を肯定するような服作りになってるなっていう感じですかね。こういう感じのものだったりとか、今まで割とパンイチだぜとかあれだぜワークだぜっていう、こう押し出していくもの、私ってこんな人みたいな押し出しから自分の中の見つめるフェーズに入ったなっていう、外から内になったなっていう意味で変わったなと思っているんだけども、やっぱり昔のキャッキャしたキラキラしたミュウミュウ好きな人はやっぱ好きじゃん。最後の方になるとキラキラしてるんですね。でもちょっと下着っぽくないもあったりとか、ここら辺あたりもそうかな、キラキラしたところもあるんだけども、ファーストルックの方が多分自分が一番言いたいことだと思うんで、この一番最初のルックとかはすごくシックにファーストルック、黒だもんね。黒だしキラキラしたものがないというか、これとかもそうだし、シルエットもやっぱり結構シンプルじゃないですか。それってやっぱりこう自分に向き合ってるから、別に何も足す必要もないし引く必要もないということなのかなと思いました。はい、次はですねプラダですね。
プラダは一番何が持ってかれたかっていうと、プレゼンテーションの仕方ですね。はい、今回モデルさん15人しか使ってないんですよ。おー、60ルックくらいでしょ。で60ルックくらいあるんだけど、何かっていうとだんだん脱いでいくわけです。例えば自分たちもそうですよね。冬場だったらコート着てて、家帰ったら帽子脱いで、コート脱いで、カーディガン脱いで、シャツ脱いでって、だんだんこう薄くなってきますよね。なるほど。それを15人ごとにだんだんこうコート脱ぎました、あれ脱ぎました、これ脱ぎましたになっていくっていう。ファーストルックできますよ。まあ1位がこれ、はい。寒いよね。マフラーつけてます、コート履いてますですね。この人が次のルックもう一回来る。顔一緒だ。でしょ一緒だ。コート脱ぎましたね。マフラーはついてる。まだ寒いからマフラー脱いでるんですね。31。ほらワンピース半袖。まだでも首はある。そう上のジャケットアウター脱いだわけですね。はい。そしてはいマフラー脱ぎましたと。上も脱いでる。上も脱いでる。最終的にこちらになりました。めっちゃ着てたんじゃん。そしたら寒かったんですよ。ミラノ寒かったんじゃないかな。これも結構着てますね。はい。8番目。いっぱい着てるかあるもん。今日寒かったなーみたいな。ほらちょっと薄くなりましたね。黄色着てたんだ。コートの中に。そう。でもちょっと黄色ここちょろっと出てましたね。だから黄色の下はこういう普通ニット着てたんですね、この人ね。なるほど、結構こんな鮮やかな服を着てたんですねみたいなコンセプトの考え方だけでもう優勝じゃない？実際の生活の着替えのリアリティを出しているっていうところが、着る人自分たちに実際投影しやすい賞かなと思っているのと、今までの賞って可愛いなって思っても実際何着てるんだろうっていうのはやっぱ分かんなかったわけじゃないですか、コートとか着ちゃったら、それがちゃんと説明してもらえると、見れば見るほどこういう色合わせかこういう組み合わせかみたいなのがあるから、全部見るとスタイリングの参考にめちゃめちゃなるんですよ。展示会に行ったくらいの、情報量になるなっていう。ちなみになんですけど、これの反対バージョンやったのが楽天ファッションウィークのズッカですね。だんだん重ねていった。10社重要いろんなコレクションがあったと思うし、これ以外にも本当にたくさんいい賞があると思うので、よかったら皆さん気になったものは見てもらいたいなと思うんですけど、ぜひねこれ見てファッションスタディも見てトレンドっていうのをしっかり方向性定めて掴んでいってもらえたらなと思います。ファッションスタディの詳細は概要欄に書いてあるので、気になる方はぜひぜひチェックお願いします。もしよかったらコメント欄に良かったブランド、自分が注目しているブランドはここだよみたいなのがあったら書き込んどいてもらえたらなと思います。ちなみにケップさんはどれでした？クロエ。クロエね、一風変わってるもんね。そこだけ新しい風が吹いてる感じ。そうですね。もうちょっと見たいです。じゃあそんな感じでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。